にちは。こんにちは。今日は塗装でリメイクというタイトルでお送りしたいと思っています。ですね、家の中を見回した時に何かちょっとこれもう古くなっちゃって可愛くないなとか思って捨てようかなって思った時に、塗装を自分で気軽にできるという選択肢があると、もしかしたらそれをもう一回きれいにリメイクをする。でそれによってそれを捨てなくても済むかもしれないっていう選択肢が出てくると思うんですね。ですので今日は自宅で気軽に塗装をすることについてお話をしたいと思います。私たちは私たちの父が非常に気軽にいろんなものを塗る人だったので、そういう環境で育ったので、割と塗装に対して心理的なハードルみたいなものはなくて、昔からやってるわよね、割とね。塗装だけじゃなくてなんか作ったりとかね。そうね。そんなことをしてたけど。で父は一番究極だったのは車を塗ってましたね。中古車なんですけど、車の色がなんか気に入らなかったみたいで、スプレーペイントでなんか結構派手な水色にしてて、車の色なんてパトカーの色じゃなければ何でもいいんだよとか言って、なんかそのまま平気で運転してましたが、そういう家で育ったので2人とも割と塗装はこまめにする方なんですが、でもあるちゃんの方がよくするわよね。そうね、血を濃く受け継いじゃったからしょうがないんだけど、10代のぐらいの時から、自分の部屋の壁塗ったりとかはしてたし、それから昔の家ね、和室の砂壁とか、それから襖とかも白くなんかペンキで塗装して、よく見るとすっごい汚い塗り方なんだけど、でももう部屋全体がすごく明るくなってね、もう自分的には大満足だったりとか、あと床の色が気に入らないとか言って、でなんか塗装を剥離してサンダーかけて、でまた塗り直したりとかね、よくやってたよね。っていうか今もやってんだけどやってましたね。お家の中になんかちょっと嫌だなって思うような色があったりとかするとすごいストレスだったりするじゃない、ちっちゃいことだけど。でもそういうのを塗ってストレスをなくすっていう方法として一つ塗装っていう手段はあるよね。すごくね、几帳面な方とかで、ちょっとここのはけ目がとかちょっとはみ出ちゃったとかってすごく気になる方にはおすすめできないんだけど、遠目から見ればそんなに大丈夫って思えるの方だったらすごくおすすめ。本当に劇的になんか雰囲気が変わるし、達成感があるっていうことでね。ですね。はい。ここで私たちの塗装例をご覧いただきたいと思います。補足なんだけれども、今シンクの下の内側と、それからタンス引き出しの内側も塗ってあったじゃない。私あれすごくいいなと、最近の発見なんだけどねもしかしたらお家の中に引き出しとかそういうシンクの下が無塗装っていうか塗装してない
場所もあるかもしれない、探してみるとね。でそういう場所をその元々の木の色を楽しむっていうこともいいんだけど、しばらく年月が経つと汚れちゃったりとかしてね、なんとなく汚い感じになっちゃったりするような場所っていうのを、ああいうのをあえて内側も塗ったことで、なんかその中に入れるものがすごく新鮮に目に映ったのね。よかったですよね、あれね。ふみちゃんのおせんべいの缶もよかったね。ちょっとしたことなんだけどね、あれすごく丈夫でいい缶なのよ。で大きさもなんかちょうどいい感じで、ただ戸棚を開けるたびになんか色がね目に飛び込んでくるのがなんか見るたびにちょっとこの色嫌だなって思うのがもう嫌だったので、2つ缶取り出して、それをスプレーペイントしたわけで、そうするとマットのシルバーにしたんだけれども、やっぱり周りと馴染んでね、その引き戸を開けるたびに感じるちっちゃいストレスがなくなったっていう気がする。本当に小さいことなんだけど、そういうふうに細かいことも自分のその好みに合わないものを変えていくと、やっぱり居心地よくなるよね、いろいろ。なる。じゃあここで、がぜんやる気が出た塗装をやってみたいっていう方のためにちょっと、どんな塗料がいいかとか、なんかそういうようなことを表にまとめてみたんですけれども、とは言っても私たち素人なので、私たちレベルで、いつもどんなことに気をつけてるかっていうのを表にまとめてみました。それともう一つやっぱりお天気のいい日に、換気の良い場所で塗装をするっていうことを心がけているんですけれども、あとなるべく風のない日がいいと思いますけれども、そんなようなことをちょっとまとめてありますのでご覧ください。ここでは缶に入った塗料、スプレータイプの塗料、オイルステインという3種類に分けてご説明をしているんですけれども、細かいことは見ていただければもう書いてある通りなんですが、特に申し上げておきたいのは、缶に入った塗料が、特にカラーバリエーションが豊富だということと、それから缶もスプレータイプの塗料もそうですけれども、同じシルバーならシルバー、ゴールドならゴールドとかでも、そのツヤありツヤなし、それからエナメルとかメタリックなどがありますので、それぞれお好みのものを選んでいただいた方がいいということですね。でそれからあとオイルステンに関しては、オイルステンというのは木に染み込ませて使うもので、塗りっぱなしだと色移りをすることがあるので、これを使った場合は必ず上からニスかワックスを塗る必要がありますということです。で、塗料を買うときなんですけれども、一応お店の方にできればその塗料どういう用途でどういう表面に塗るのかっていうことを説明して、これで OK かどうかっていう、この塗料でいいのかどうかっていうことを聞いてみるといいですよね。でそれからあと塗る量も大きい範囲に塗る場合には、ちょっとどのぐらいのペイントが必要かっていうのを把握するのかなり難しいと思うので、これも店の方に伺うといいと思います。であとそれからやっぱりその塗料の種類によってシックハウスとかになっちゃうととても困るので、広範囲に塗る場合は特にこういう用途で使って大丈夫なものかどうかということをお店の方に確認していただければと思います。私の方から塗料の他にちょっと用意しておいた方がいいようなものっていうのを、今写真出てますね。これについてちょっと説明をしたいんですけれども、養生シートとか、それから刷毛洗いとか必要なんですけれども、真ん中にあるボロ布は、刷毛使った後に、塗料をちょっと拭き取ったりとかするような時に必要だったりとか、それからあとトマトの缶とか、その横にちょっと蓋のついた缶なんだけどね、こういう缶があったら、そこでその刷毛洗ったりとか、それからもしかしたら自分で調合した場合に、蓋があるとね、すごく、今日ここまでで明日また続きやろうっていう時にね、ちょっと置けるからちょっといいかなと思うんですけれども、そういうようなものをちょっと並べてみました。ふみちゃん、チョークペイントを使うんだよね。あれはね、ちょっと今気に入っていまして、
チョークペイントって、ちょっとお値段が高いのが、たまに傷ではあるんですけれども、一番いいのはもうすでに他の色に塗られてるような表面でこの色を変えたいなと思う時に剥離する必要がないのね。でそのまんま、上に塗れるのがすごく便利でお手軽で気に入ってます。で、色の種類はそんなに豊富ではないんだけれども、例えば私は、ちょっとお見せした写真の中だと鏡の縁塗ってる時にあれ焦げ茶なんだけれども、あれは茶色に黒を足して調合して作った色なのね。で調合するのはすごく簡単なので、そういうこともできるし、それからなんかねちゃんと素人が塗ってもこうインテリアにしっくり馴染むちょっとプロっぽい仕上がりになるような気がするの。でちょっとはけ目とかが残っちゃってもそれも味になるっていうか、そういうペイントなのでちょっと今気に入ってます。私の方からのおすすめはね、スプレーなんだけれども、これ普通にどこでも売ってそうなものだけど、クリエイティブカラーって言って、艶消しのマットの黒なんです。で表にも書いてあったけどこういう黒でもエナメルとかグロスとかいろんな種類がある、その中のマットなんだけれども、本棚のところでちょっとお見せしたかどうか忘れちゃったんだけど、こういったなんかこう買ってきた木箱みたいなのがあって、これもちょっと色がうちには馴染まないなと思って塗るんだけれども、その時に黒いスプレーを使うのね。ちょっとこの、仕上がりは気に入ってておすすめです。はい、やってみたい。最初のタイトルのところにも、出てたけど、今ここにある椅子ね、この椅子見たら覚えてる？すごい昔勉強机で使ってた椅子ですね。そうだよね、確か、どのくらい高校生ぐらいの時？そうだね、多分。そう言い忘れちゃったけど、さっきのタンス、パジャマが入ってたタンスも高校生の時にパパに買ってもらったなので、そういう家具が蘇るからね。そうで、この椅子もね、ふみちゃんの勉強椅子だったんだけど、なぜかうちに来てて、で、最初は白っぽい木の色だったのよね、ちょっとビフォーの写真がなくて残念なんだけど、でその時にはちょっとうち割とこうシックな感じの色を集めた家だから、うちの家具としてはちょっとどうかなと思って捨てようと思ってガレージにずっと出してあったのよね。で粗大ごみ呼ばなきゃいけないなと思ってたんだけど、ある日ちょっと目があって友達で私をちゃんと見てって言ったんだと思うんだけど、よく見たらね、やっぱりその形が可愛いじゃないって思って色を変えてみたの。でそうすると随分感じが変わって、なんかうちにぴったりじゃないっていうような感じになってすごい可愛い。でたまたまいらしたアンティークのね有名なところのお店の方がいらして時にすごく褒められた。この椅子この椅子可愛いんだけどって言われて、いやそういう風にして、もうすでに14、15年うちにあるものなんだけれどもね、捨てなくてよかったなっていうふうに思いました。持論ではあるんですけれども、究極なことを言えば家をきれいにするにはね、一つは今お伝えしたように家の中の色を整えるっていうことね。その自分がちょっと嫌って思うような色をなくすってことかな、どっちかっていうとね。それから、この間やったプラスチックをお家の中から減らすっていうこと。それから最後が一番難しいと思うんだけれども、不要なものを持たないっていうこと。この3つができたらお家はもうがぜん綺麗になると思うんだよね。本当ね。では今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
次回はですね、お家で作るカクテルについて、その楽しみについてお話をしたいと思っています。で、私たちがやるのは、これはちょっと 5ml、このリキュールを小さじ1杯とか、そういう作り方のカクテルではなくて、もっと気軽に楽しめる、もうシェイカーもなくてもいいし、本当にちょっとしか使わないリキュールをたくさん揃えなくてもいい、パパッと作って楽しめる美味しいカクテルをご紹介したいと思っています。約2週間後の配信を予定しています。どうぞよろしくお願いいたします。